妊娠中の生活についてお話しします。妊娠中は体だけでなく心にも様々な変化が起こります。無理をせず、体と心をいたわりながら、ご自身に合った毎日の過ごし方を見つけていけるといいですね。ここでは妊娠中の生活についてお話ししていきます。お腹の中ではどのような変化が起こっているでしょうか。まずは赤ちゃんの成長を見ていきましょう。8週から11週、この頃の赤ちゃんは呼吸器や消化器などの臓器が作られます。外見も人間らしい形に成長していきます。体重は約 20g、いちご1個くらいです。12週から15週、赤ちゃんの筋肉も発達し動きが活発になります。外の音も聞こえ始めます。体重は約 100g、レモン1個くらいです。16週から19週、外の音もすっかり聞こえるようになっています。ぜひ話しかけてあげてください。体重はグレープフルーツ1個くらい、約 300g です。早い人は胎動を感じ始める時期です。20週から23週、エコーで性別が判別できるようになります。大体の人が胎動も感じられるようになってくる時期です。体重はパイナップル1個くらい。約 600g です。24週から27週、顔の表情が出てくるようになり、瞬きをしたり、あくびをしたり、微笑んだり様々な表情を見られるようになります。体重はキャベツ1個くらい、約 1100g です。髪の毛も少しずつ伸びてきています。28週から31週、光や音などの刺激にお腹の中から反応してくれるようになります。羊水を飲んだりしながらおっぱいを飲む練習もしています。体重はメロン1個くらい、約 1700g になりました。32週から35週、皮下脂肪も増え赤ちゃんらしいふっくらした体つきになっています。髪の毛や足の爪もしっかり伸びてきており肺や腎臓などの機能も完成間近です。体重は白菜1個くらい、約 2400g です。36週から39週、体のすべての器官がほぼ完成しています。37週からはいつ生まれてもいい時期になりました。体重はかぼちゃ2個くらい、約 3000g です。お腹の赤ちゃんもママに会えるのを楽しみに待っていますよ。10ヶ月でこんなに大きくなりました。あなたの赤ちゃんは今どれくらいの大きさですか？お腹の中を想像しながら妊娠中の生活を楽しんでくださいね。では、外から見える体の変化についても見ていきましょう。お腹が大きくなって前に出てくることで、少しずつ姿勢が変わってきます。例えると、約10キロのお米をお腹の前にぶら下げているような感覚です。体の重心が自然と前に移動するため、無意識のうちに背中や腰の筋肉を使って、後ろにバランスを取ろうとします。その結果、腰が反った姿勢、いわゆる反り腰になりやすくなります。この反り腰が背中や腰の痛みにつながることがあります。良い姿勢を保つために大切なのは、どんな姿勢でも骨盤をまっすぐに保つことです。立ち姿は壁を使うと簡単にチェックできます。壁を背にして立ち、後頭部、背中、お尻、ふくらはぎが優しく壁につくようにしてみましょう。時々、ご家族の方に見てもらうのもいいですね。歩いているときは、かかとから着地できているか。体の重心が左右に大きく揺れていないかを意識してみてください。また、猫背になっていないか。腰が反りすぎていないかも、合わせて確認してみましょう。歩く姿勢も、周りの人に見てもらうと気づきやすいですよ。座り方もとても大切です。こちらの図では、一番左がいい座り方になります。右の図のような座り方が続くと、
腰に負担がかかりやすくなったり、腰痛や尿漏れ、痔などにつながることがあります。背骨が下から上へまっすぐ積み上がっていくようなイメージで座ってみてください。クッションやバスタオルをお尻の下や腰の後ろに入れて、骨盤が傾かないようにすると楽に座ることができますよ。妊娠してから、こんな症状、前はなかったな、と感じることはありませんか？体の変化や赤ちゃんの成長、そしてホルモンバランスの変化に伴って、妊娠中はいろいろな症状が出てくることがあります。これらはマイナートラブルと呼ばれ、多くの妊婦さんが経験するものです。日常生活の中で姿勢を少し見直すだけでも、症状が楽になることがあります。体の変化やお腹が大きくなることで、これまで普通にできていた家事や動作が、大変に感じることも増えてきます。例えば、お風呂掃除や掃除機がけ、布団の上げ下ろし、重たいものを持つことなどです。もし負担に感じるようであれば、無理をせず、家族と相談しながら分担していきましょう。妊娠中は、今までの生活と比べて、いろいろ我慢しなければならないと感じていませんか？実は、そう感じている妊婦さんはとても多いです。ですが、妊娠中でも、少し気をつけたり、意識を変えることで、できることはたくさんあります。ここからは、妊婦さんからよくある質問、7つについてお話しします。妊娠中は、つわりで歯磨きが辛くなったり、胃が圧迫されて、少しずつ何回も食べるようになることがあります。そのため、虫歯や歯周病が悪化しやすい時期でもあります。虫歯や歯周病は、早産との関連があると言われているため、できるだけ早めに治療しておくと安心です。歯科受診のタイミングとしては、お腹が大きくなる前と出産後の合わせて2回が一つの目安になります。公費券もぜひ活用してくださいね。妊娠中の旅行は、どの時期であっても注意が必要です。移動中や目的地で体調が変わった場合に備えて、受診できる医療機関を事前に調べておくと安心です。お出かけの際は、母子健康手帳を必ず持参しましょう。スケジュールは余裕を持って、無理のない計画を立てることが大切です。また、旅行中でも体調に合わせて、キャンセルする判断も大切にしてください。妊娠しても仕事を続ける方は多いと思います。妊娠経過が順調であれば、基本的には仕事を続けても問題はありません。ただし、無理は禁物です。体への負担が大きいと感じたり、少しでも不安がある場合は、母子健康手帳に入っている母子連絡カードを使って、会社に相談することができます。時差通勤や休憩時間を分けてもらうなど、体調に合わせた配慮をしてもらえる場合もあります。一人で抱え込まず相談してみてくださいね。妊娠中にお酒を飲むと、アルコールは胎盤を通じて赤ちゃんにも届きます。そのため、様々な影響が出る可能性があります。代表的なものに、胎児性アルコール症候群があり、発育の遅れや視覚・聴覚への影響があると言われています。お酒に強い弱いといった体質は関係なく、妊娠中の安全な飲酒量や、この時期なら大丈夫という基準は分かっていません。そのため、妊娠中はお酒を控えることが一番安心です。妊娠中の喫煙は、早産や胎盤のトラブルなどの原因になることがあります。また、赤ちゃんの成長に影響し、低出生体重につながる可能性もあると言われています。最近は加熱式タバコや電子タバコなど、いわゆる新型タバコも増えていますが、これらもタバコであることに変わりはありません。また、自分が吸う煙だけでなく、タバコから出る煙や、服や髪の毛、壁に付着した有害物質を吸い込むこともあります。
これを3次喫煙と言います。タバコを吸った後に赤ちゃんを抱っこすると、ニコチンなどの有害物質を吸い込んでしまうことがあります。禁煙は赤ちゃんのためだけでなく、ご自身の健康のためにもなります。この機会に禁煙にチャレンジしてみるのも一つの方法です。妊娠中の性生活は、怖がってむやみに避ける必要はありませんが、少し注意が必要です。体調に合わせて無理をしないことが大切です。感染予防のために清潔を心がけ、コンドームを使用すること、お腹を圧迫しない体位を選ぶようにしましょう。お互いを思いやる気持ちを大切にし、お腹の張りを感じた場合は途中で中止してください。出血があったり、張りが収まらない場合は、産婦人科を受診しましょう。今まで運動の習慣がなかった方や、これから始めてみようかなと思っている方には、妊婦体操やマタニティヨガ、ウォーキング、ストレッチなどがおすすめです。もともと運動をしていた方は、いつもの8割くらいを目安にして、お腹が圧迫される動きや、転ぶ危険のある運動は避けましょう。また、切迫早産の兆候を指摘されている場合は、運動を控えた方が安心です。心配な時は、医師や助産師に相談してください。妊娠中にしかできない、お腹の赤ちゃんとの楽しみ方もあります。赤ちゃんは妊娠14週頃から、全身の触覚が少しずつ発達してきます。お腹を優しく撫でながら、赤ちゃんのことを思う時間は、ママやパパから赤ちゃんへの愛情あふれるコミュニケーションにつながります。優しくお腹に触れてあげてください。もしかすると、赤ちゃんが胎動で依えてくれるかもしれません。また、赤ちゃんの聴覚は、妊娠24週から26週頃にかけて発達し始めます。ママのお腹の中で、音を感じていると考えられています。ママの好きな音楽を一緒に楽しんだり、パパも一緒に声をかけてみてください。生まれた後も、その声を覚えていてくれるかもしれませんね。妊娠中は、ママにとっても赤ちゃんにとっても、そしてご家族にとってもとても大切な時間です。リラックスした穏やかな気持ちで、ご自身のペースを大切にしながら、マタニティライフを楽しんでください。楽しそうなママの気持ちは、きっとお腹の赤ちゃんにも伝わっていますよ。赤ちゃんが生まれると、自分一人の時間や、夫婦でゆっくり過ごす時間は、なかなか取れなくなるかもしれません。今のうちに、少し立ち止まって、ゆったりとした時間を大切に過ごすのもいいですね。妊娠中に心配なことや不安なことがあれば、いつでもスタッフに相談してください。